はようございます。私は今シンガポールのハーバーフロントフェリーターミナルの前に来ています。今日はホライゾンファストフェリーを使って朝10時15分発の船に乗ってインドネシアのバタム島に行こうと思ってます。そして今日は女子旅なので2人のお友達と一緒に乗り込むつもりです。1泊2日楽しんできます。はい、というわけでシンガポールからインドネシアのバタム島というところに1泊2日の女子旅してきます。皆さんバタム島ってそもそも知ってましたか？シンガポールから船で片道1時間ちょっとで行けるリゾート島なんですけど、シンガポールよりも物価が安いのですごく人気で、ゴルフとかショッピング、スパなんかが楽しめる島なんです。今回はシンガポールのハーバーフロントというところからバタム島ハーバーベイ間を往復するチケットを事前に購入しました。で、船着き場はそれぞれ何箇所かあるので、シンガポール、インドネシアどこ発着がいいかは事前に調べて買った方がいいかなと思います。さて、事前に購入したチケットをですね、先ほど動画の最初に映ってた3階のカウンターで発見してきました。今2階の出発ゲートまで移動してきまして、私たちが乗るのは10時15分発の便なのでちょっと、ゲートオープンまで余裕がありますが、早めに荷物検査レーンに並びます。ここから先撮影禁止だったんですけど、出国審査も荷物検査と合わせてありました。それにしてもその荷物検査が水とかほぼチェックされてないぐらいめちゃくちゃ緩くて、ちょっと心配になるぐらいでした。一応検査が終わったので、この船の乗り込み時間まで待機場所で待ちます。で、一応小さいけど免税の売り場もありましたのでショッピングもできそうです。あとは掲示板で何番バース乗り場から乗り込みができるかもチェックできます。わーい、これに乗ります。でかい、すごく大きい。すごい満席。危ない。インドネシア入国するときは皆さん必ずビザの申請とともにアライバルカードの申請もお忘れなくやってからイミグリ取った方がいいですよ。間違えました、私は。見てください、すごいホテルに来ちゃいました。ここはプラネットホリデーホテルというところで、来てみてびっくり。4つ星ホテルって聞いてたんですけど、あそこの真ん中のところがエレベーターになってて、多分真ん中にあるね。左側の1機がずっと上がったり降りたりしてるんですけど、1部屋だいたい6000円ずつぐらいで3部屋取りました。Thank you。 ありがとうございます。いけた。これがキングルームです。でかいベッド。すごい、なんかなんて言うんでしたっけ、これ持て余してる広さを持て余している。でも全然ここで寝れちゃいますね寝れますね。あげますよみたいな3000円半額で買ってくれないかな、誰か。眺めもまあいいですよ。モスクみたいなのもすごい見えるし、ジャングルみたいな。カラフルですね。なんかバタムの屋根が赤とか青とか、金ピカのネジネジみたいなのはモスクかな。買いすぎないけど、外観も立派。風が結構あるから気持ちいいです。プロジェクトタクシーサービスすごくローカルなめっちゃローカルタクシー会社が売託ってこと？売託かもね。よくわかんないフルーツの量り売りとかしてた。多分シンプルで素朴な感じで美味しいから。でもない。本当観光客なんかいないですね。これは何？
昔これが有名らしい。層になってるカステラ、バームクーヘンカステラみたいな。なるほど。インドネシアバタム島の道路事情、非常に危険、非常に危険。いやー、ここに足突っ込んじゃったらもう絶対いるよ。なぜ埋めない？おお、これココナッツかな？ココナッツジュースだ。へえ、なるほどね。あれ？おお、すごい。いや、ほんとなんか何十年か前の感じ。この感じ。一昔前のシンガポールのショッピングモールがそのまま残ってるって感じがしますね。ハイパーマートっていうのがインドネシアのデカスーパーっぽいですね。ブロッコリーっていう。ブロッコリーのジュース。ブロッコリーのジュース。想像できんけど。ラズベリーとしかも合わせるんだ。かわいい。絶妙に見たことない。うん、本当だね。おお、フルーツサラダ売ってる。こういう感じだ。乗ってる。あ、いい匂いする。チーズを乗せるんだ。マンゴーってこと？これ多分ね、番号だよ。これ番号か。だからこれ330円弱ぐらい、300円ちょっと。安い安い。おお、あ、これだ。これなんたらくポンダン。これは何なんでしょうか。これよく見かける蛇の皮みたいな。そう、なんか黄金に輝いている表面が。確か土曜日の昼って一番混みそっか。そうだけどね。お客さんいないのかな。値段設定がその平均よりすごい高かったりするんですかね。一人1700円だから安い。安そうだからね。ローカルの人基準でね。そっか。だから案外お得だよっていう話なのかもしれない。こっちで見ても。こういうのが来ましたよ。アフタヌーンで。すごい、ありがとうございます。日本風なマカロンとかサーモンタルトみたいなのとか、なんだこれ、これ特に説明はなかったが、揚げシューマイみたいな、なんだこれ、揚げ春巻きみたいなのもある。やってるのか、やってるんだ。なんかすんげえローカルですね。犬が犬が連れされている。狼か？うちらの写真を撮るって言ってくれてるけど。あ、いや。Can we pay with the card?あ、いや、本当に？これぬいぐるみじゃない？さすがに。ソーリー。驚かしちゃったね。本物だ。かわいい。どう？重い？重くないけど落としちゃいそうですごく怖い。確かに今でも飛ぶのかな。これじゃない？これは？いらない。じゃあこれは？人参は？人参はどうだい？あ、人参は好き。人参は好きなの。じゃあはい、私も人参あげるよ。あげる。すごいね。水豚ですよ。前歯がすごい。前歯の力がすごい。君も食べる？はい。おお。近くで見るカピバラ。Cheese can fly.わーお。大丈夫か？おお。可愛い。
みたいな。ポケモンみたい。竜。いやー、すごいね。可愛い。真正面から。ね。可愛い。モモンガなのかな。モモンガちゃんかな。ね。どうだ。どうですか。可愛い。可愛い。おお。やられた。オッケー。動かないでって。もう動きません。あくびしましたよ今この子。今日疲れたのちょっとね。ワンちゃんみたいなことね、可愛い。目が大きいね。ありがとうね。私のこの茶色いビーチサンダル。ビーチサンダルでよかったね本当に。それで来て正解だった。そう、あんなに沈むとは思わなかった。ここマジで気をつけて。これね、これ泥水ですよ。この海辺の遊園地に1人250円ずつぐらい払って入場の権利を今得ました。奥の方にはなんだろう、公園それともこれはなんかデイキャンプができる系のとこなのかな。なんかラブシーフード巨大店。これ1匹食べる。カニが来ました。いける。なんか全然いける。でもこんなでかいの来たら。これも美味しそう。あ、美味しそうな空心菜の炒め物。エビのフライにマンゴーがかかって少しだけ甘みがプラスされてるやつ。あと調子に乗って頼みすぎちゃいましたね。こんなに大きいのが来ると思わなかった。びっくりした。盛り上がったからわざとかと思ったの。ああ。誰が来るのかと思った。なんだよ。わあ、着きました。よいしょ。すごく立派です。素敵。スパリゾートで This is the menu spa for you. This is for you. Thank you. This is for you. 今日私たちが受けたスパメニューなんですけど、全部で3つも選べたんですよね。だから1時間に1つずつ好きなコースを選んでねっていうタイプでした。私たちはみんな同じやつにしたんですけど、このバリニーズみたいな結構全身のボディマッサージをオイルでやってくれるやつと、あとはホットハーバルコンプレスっていう熱く薬草を、あ、これだ、これをすごい温めて、ものすごく温めていろんな体の部位にゴリゴリ当ててほぐしてくれるっていうやつでした。こんなのをやったのと、あとはインドネシアスパといえばクリームを使ってヘッドスパをするのが伝統らしいんですけど、このヘアスパってやつですね。好きな香りをこんな感じで選べるんですけど、この中から好きな効果のクリームを選んでそれを使って施術していただくっていうやり方でした。すごい気持ちよかったです。すごいなんか宮殿の中にいるみたいな、素晴らしい、ね、パンツと着物を着て、まずはクリームスパを受けるらしいです。よいしょ。
あんな感じでヘッドスパを外で受けることができるんですけど、めちゃくちゃ良かったです。1時間ぐらいでヘッドスパをして、その後なんかボディマッサージに入ります。ロイヤルマンチュラスイートって書いてある。誰もいないです。すごい。マンゴージュース、マンゴースムージーです。そしてなんか料理を待ってる間、バナナチップスをくれました。私はインドチキンカレーを頼みました。ナンと一緒にねえ、あ、こっちか。これはチキン南蛮。チキン南蛮、パクチー付き、あとなんか知らない野菜がちょっと乗ってなんか全部すごいいい匂いするね。いただきます。お味はどうですか？なんかすごく凝縮された味がして、なんかビスクみたいな味出てましたね。ビスクみたいな味がする。すごい美味しそう。私たちが泊まったプラネットホリデーホテル、さようなら。結婚のお祝いをしたりだとか、いろんなセレブレーションのために看板を立ててる文化があるらしいんですけど、何のお花で作ってるのか何の素材で作ってるのか気になりますね。なんかフェリー場に着いたんですけど、みんなマッサージを受けている。結構ここ自体もでかいですね。残念です。ここのショッピングモールの2階に本当はネイル屋があって、ね、マニキュアで800円、ペディキュアで2000円だけど、1回やるのに30分かかるぐらいかかるよって言われたんですよ。そう、時間なくて断念したんですけど、もし興味がある人いたらぜひ。よし、じゃあチケット発券します。